おだすこちこんぽんぽーてんで今日もデートぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、クルトは本当に至近距離弱いのかやっていきたいなと思います。いやー、今までねこの検証やってきましたけども、こちら見ていただいたでしょうかね。まだ見てない方でぜひ見ていただいた方が今日は面白いんじゃないかなと思います。このクルトワのね強さ、分かってきたところでですね、いろいろコメントでですね、至近距離のニアが結構弱いんじゃないかというねコメントいただいておりまして、検証してくださいみたいなねいただいておりまして、ありがとうございます。ただねこれが案外難しい検証なんですよ。過去にもねやったこと自体はあるんですけど、そもそも至近距離がねちょっと入りやすすぎてですね、ちょっとした違いで大きく変わってくる、結果的に原因が何なのかよくわかんないみたいな、形になって、能力だったのかこれはみたいな形になってくることが多くてですね、今までちょっとね、なかなか手出せなかった部分でもあるんですけども、ただねここで食い下がってしまったらでんぷんが廃るということでですね、じゃがいもじゃねえじゃねえかということで、今回はちゃんとしっかりとやってきました。だいぶね時間かかっちゃったんですけど、でもねその分しっかりやってきたんで、特にねゴールキーパーの仕様とかまでね深く迫っていきたいなと思いますので、ぜひですねできれば倍速でもいいんですけど飛ばさずに見ていただけるといいかなと思います。まずはですね、検証方法の確立までの経緯もねちょっと話しておきたいなと思うんですけども、なんでそうなったのかみたいなところもねちょっと気になるかなと思いまして話していきたいなと思うんですけど、まずですねアンケートお答えいただいた方ありがとうございました。どういうアンケートかというと、クルトワのねニアが弱いというのはどういう場面ですかみたいなアンケートを取りました。でですね、多くの方お答えていただきまして、角度のない部分のニアですよねみたいなコメントが多かったので、なるほどなということで実際やってみたのがこちらで、これ X にもあげたんですけど、これだとですね結構みんな決めちゃって、どのキーパーでも決めちゃったんですよね。入りすぎちゃうというかね。なのでこれだとですねちょっとどうしても検証にならないんですよね。みんな入っちゃうからね。じゃあなんか違うんじゃないかということでいろいろ迷走した結果ですね、この男にたどり着きました。というのもサブアカでねシュートを打たなきゃいけないんで、無料で来てたスアレスって感じなんですけど、理由はあって、決定力キック力がね95以上になるというところと、あと右足の角度の方がなんか検証しやすかった。これは僕の感覚の話なんですけどね。ということで、結果的にねスアレスじゃなくてもいけたかもしれないんですけど、このスアレスを使ってねしっかり検証できそうなんで、こっからが検証方法です。で検証方法ですね、検証方法に関しては、ゴールキックエリアですね、その手前から、ニアに向かってシュートを打っていきます。ゲージは 50% 前後ぐらいで、ゴールキーパーの調子は普通となっておりますというところです。で今ご覧になっているこの辺り、ここからですね、この辺りから100本程度打っていきますよという感じです。でただ今回の検証結構シビアで、親指のねブレとかもありそうなんで、50本かける2セットみたいな感じで時間上げてね検証していきます。具体的に言うとですね、シュマイケル、チェフ、クルトワみたいな感じで取った後ですね、チェフ、クルトワ、シュマイケルみたいな感じでちょっと順番も変えたりしながらね、感覚がぶれないようにしながら、やってみましたよって感じです。で使っていく選手はこの3人ということで、この3人で比較していきます。100本程度ねということで、はい300本ですね。しかも厳密に言うとね350本やってきてます。いろいろ勢い余ってねやってはいるんですけども、ただその分ねいろいろ見えてきました。今回もね流れ見てほしいんで、前半ね何十本かを早送りでお送りしていきたいなと思います。レディーゴー。はい、ということでここからねシュマイケルからまず見ていきましょうという感じで 1.2 倍速になっております。正直ねどうなんでしょうね。ニア結局弱いんじゃねえかって気もしますが、でも結構止めてんな。はい、見ていただきました。印象としては止めてるなっていう感じはしますかね。一応結果見ておきました。こうなりました。はい、ということで 64% ということで、なんかこう見ると結構止めてるね。半分以上は止めてると。ただこれがすごいのかどうかがちょっとわからないんで、続き見ていきましょう。ここからチェフですね。一応ね比較としてチェフも入れてみたって感じではあるんですけども、でも結構入ってるな。そんな変わるか。
はい、見ていただきました。結果見ていきましょう。こうなりました。ということで、これ結構差ついたね。おーやって感じだね。シュマイケルは結構すごいのかもしれないな。ということで、まだわかんないですね。クルトワ見ていきましょう。さあ、ここからクルトワですね。クルトワがそんなに至近距離弱いって言われるもんだからね、どうなんでしょうって思ってたんですけど、こうやって見たら実際変わんねえんじゃないかなんてね、ちょっと思ってましたが、はい、見ていただきました。これシュマイケル優勝だね。ちょっと結果見ていきましょう。こうなりました。なるほど。はい。はい、ということで、これね、シュマイケルが異常に高いっていうね、感じになりましたね。こんな差つくもんかね。ただ、これまだ1セット目なんで、あと50分ありますから。ここでどう変わるか分かんないですからね。ここからね、またやっていきます。ただ、皆さんにはちょっと結果だけね、集計したものをお見せしたいなと思います。はい。集計してきました。さっきまでのね、結果がこちらですよという感じになっております。はい。では、どうなったのか。こうなりました。はい。ということでですね、ちょっと、一つ一つ冷静に見ていきますか。まず、シュマイケルね。ここね、安定してた。ブレなかったね。ずーっとこんな感じでしたね。止めてた。そしてチェフに関しては、いい時もあったけど悪い時もあるような波があるような印象にはなりましたが、ただこの検証自体ブレが大きくてもおかしくはない検証だと思うので、特に50本なんてで言うといつも 10% ぐらいのブレはあってもおかしくないって言ってるけど、15% ぐらいのブレはあっても全然おかしくないじゃないかな。許容範囲、本数で言っても10本差はないからね、というような許容範囲かもしれません。そしてクルトワなんですけど、ダメだったもっとダメだったね。もっと、クルト2回目はとか思ったけど、全然ダメでしたね。ただちょっとね、この結果ちょっと信じきれなくてですね、追加で50本やってきました。その結果こちらです。ということで、そんな変わんねえという形になりましたね。本数で言ってもね、10本以内程度になってますから、そうですね。なので結果的に言うと、シュマイケル、チェフ、そしてクルトワみたいなね、結果にはなりましたね。至近距離のニアについてはね。ただ、チェフとクルトワに関してはもしかしたらね、同じぐらい、ブレで同じぐらいの可能性はまだまだあるんですけど、シュマイケルに関してはちょっとね、同じとは言えないですね。一つ違うステージにいるっていう、そんな感じにはなってましたね。ただいつも言っている通りにデータだけだともったいないんで、ぜひ比較こっから見ていってください。はい、ということで比較見ていきたいなと思うんですけども、セービングをね比較していきたいなと思います。結果ね、あんだけ変わりましたけど、何がそんなに違うのかというところですよね。それが分かんないことには原因とかね何も分かんないんで見ていくんですけど、まずこのね見てもらってるこのシュマイケルのこのセービングと、あとはこのクルトワですね、この失点シーンにはなるんですけど、これがね実は結構似てるシチュエーションになってますので、比べておきました。重ねておくとこんな感じ。はい、ということで青がシュマイケルになってます。で普通の通常の方がクルトワになってるんですけども、でまずねこのシュートモーション、パワーゲージ、あと場所ですね、ここはほぼほぼ同じですよという形。ゴールキーパーの立ち位置もそんな変わんないかな。むしろシュマイケルの方がファー寄りになってるって状態にはなってるんですけど、これ見ていくと、はいこの時点でちょっと見にくいかもしれないですけど、シュマイケルは反応してるんですよ。ちょっと倒れ込み始めてるの分かりますかね。でこの後進みていくと、はいここで弾いてるんですけど、まだねクルトはねちょっと見えにくいかもしれないですけど、クルトはねまず手が出てないです。まだ出てないんですよ。でこの後進んでいくと、はいこの辺りでやっと手が出てくるみたいな感じなんですよね。なのでシンプルに反応が遅れてるってことが分かったんですよ。ただこれねこっからが結構面白くて見てほしいんですけど、はい別のシーンですね、別の似てるシーン持ってきたんですけど、はいこれね要はですね、これシュマイケルの方が青のシュマイケルの方が球遅いし後ろから飛んできてるんですけど、
反応遅れてるクルトワと同じようなモーションで倒れ込んでるわけですね。こういうシーンが実は複数あって、逆にですねクルトワが反応早くて止める時もあって、でチェフとかも同じですね。反応が早い時遅い時っていうのはそれぞれあったんですよ。ということはね、ここで言えることは、シュマイケルだから絶対止めるとかクルトワだから絶対止めないというわけではないということなんですね。はい、でどっちでも止める可能性はあるよという形になっていきました。という意味で言うと、これはね確率の話ということになっていきます。同じコースだとしても確率で止める止めないっていうのがランダム性がねあるよという形になっていくかなと思います。でただその確率がシュマイケルはちょっと高い、普通に高いということなんじゃないかなと思います。はい、でこっから考察になっていくんですけど、じゃあこの高くなる確率何なんだろうと、その原因は何なんだろうというところなんですけど、厳密にまだ分かんないんですが、まず能力疑うよねというところで持ってきたんですけど、これね見てもらえば分かるんですけど、クルトが低いとかね結局チェフが高かったりして、例えば瞬発とかで言うとクルトは低いけどチェフの方が55で一番高いんですよね。なのでそれでもシュマイケルの方が良かったとかね、ボディバランスとかもそうなんですけど、そういう形で要はですね能力ではないっていうのは言えると思います。能力云々で変わるわけじゃないと。でそうなってくると身長とかなってくるんですけど、195センチ以上はファーは強いけどニアは弱いみたいな感じになるんだとしたら、それはね結構むしろ嬉しいなと個人的には思ってたりするんですけど、その分ねカーンとかカジジャスとかのね強みというか生きる場面が出てくるんじゃないかなと思ってたりはしてます。簡単な考察なんですけど、皆さんもね何かこれなんじゃねとかあればコメントで教えていただければなと思います。ということで今日は結論です。クルトワの弱点は至近距離ニアとします。はい、ということでねいろいろ見ていただきました。明確に弱点と言えるんじゃないかな、クルトワのね。たださっきも言った通り確率の話なので、絶対とは言えないんじゃないかなというところは一つで、あとですね育成でどうにかっていうことでもなさそうだなと思いました。なので今までの検証でもそうなんですけど、ちゃんと強み、そして今日の検証でもいう弱点弱みみたいなところにちゃんと把握した上で起用法とか戦術とかを考えていくっていうのが一番大事なんじゃないかなと思います。むしろ長短はっきりした方が使いやすいっていう人もいるだろうしね、バランスよく、強い選手の方がいいっていう人もいるだろうから、そこはですね各々の考え方、納得いく考え方をね見つけていくっていうのが大事なのかなと思っております。で僕はいつもやってるんですけど、この検証でこれだからこの選手は弱い強いっていうことを言いたいわけではないです。決めつけたいわけではないので、ぜひ皆さんの考察の、一つ参考にしてくれればなと思っております。でその上でね、その自分の納得した考えをね人に押し付けるのはあんま良くないと思うんで、コメント欄とかでもそれ雑魚だよみたいなっていう風に押し付けるみたいな言い方は良くないんじゃないかなと思いますのでね、納得する考えがあればそれでいいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。てかね今日はね結構緻密なこと、実はね比較とかも結構時間かかってですね結構疲れたなと思いますが、皆さんね参考になればなと。今日参考になったんじゃないかな、なるかな。ちょっとよかったら高評価チャンネル登録本当に、していただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで最後ね、ちょっと雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いろいろ見てきたね。明確に長短はっきりしたかなとは思うんですが、これ今日はあんま触れてないけど、しれっとチェフもなんか弱点っぽいの分かったよねニア弱点っぽいなこいつってなったよね。チェフからしたら俺みたいになってるかもしれないけども、それは良いとしてね、クルトワほどではなかったけどね、結構この比較のこともね面白いんですけど、ちなみに結構緻密なこと言ってて、例えばこのクルトワとシュマイケルのシュート比べたいんですけど、価格が微妙に違うんですよ。でそういう時どうするかっていう話なんですけど、まずねシュマイケルの背景消しますよ。でその後シュマイケルとクルトワね重ねてシュートのタイミング合わせておきます。でそうするとこんな感じで今ブレてると思うんですけど、それですね歪ませて、シュマイケルの方をね歪ませてクルトワと合わせるみたいなパワープレイをやってきてます。でこれも最初だけ合わせてもですね結局ですねこの進めていくとこんな感じでずれちゃうんですね。なのでこれを動画を進めながら何箇所か、これの動画で言うと大体3箇所か4箇所ぐらいかな、シュートシーンだとこうやって感じで合わせていくと早送りしますけど、はいこんな感じ、はいこれちょっとアップしておきましょうか。こんな感じになりますね。でこんな感じで検証比較してきました。何の動画ということでちょっと話それましたが、そんな感じ結構緻密なことやってきました。ポテラーなら知りたいかなと思って言っておきます。はい、ということでなのでこんな感じでねこんな感じのことをやってる人、ここまでやってる人そんなにいないと思うんで、ぜひ今後もね
ごひいきにお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。目標として3万人を目指しております。あと少しまで来てますね。はい、ありがとうございます。ということでぜひよかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、至近距離のとこについてやってきました。いろいろ見えてきた部分もありつつ、今後ねいろいろちょっと深掘りしていきたいところもいっぱい出てきたんで、またやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。